こんにちは。山本もといです。あなたはどうしても許せない人っていますか？私はいました。10年以上前のことなんですね。コミュニティでね、1ヶ月プログラムをしていたときに、私はある男性と出会って恋に落ちました。え私にとって彼はスピリチュアルな旅への扉を開いてくれた人であり、思ってもみなかったいろんな扉を開いてくれた人でした。しかし彼はワークショップが終わった次の日に自分の国に帰ってしまったんですね。で、どうしても彼との絆を断ちたくなくて、メールで連絡を取ることを頼み込んで、で、彼も了承してくれました。ところが彼が帰国して1ヶ月ぐらい経ったところで、彼は自分の国でパートナーとなる女性と出会って恋に落ちたんですね。それでもメールのやり取りは続きましたが、だんだん彼のメールがよそよそしくなり、ね、魔導になって、私は悲しかったんですけど、どうにもならないことと分かってましたね。で、メールのやり取りが苦しみになったんですけど、それでもやめられなかったんですね。そういう状態であったときに、あるとき、私は見知らぬ人からメールを受け取りました。なんと彼のパートナーからでした。彼らは一緒に住むことを決めて、双方が自分の家を売って引っ越すことになってたんですね。彼は彼女に自分宛てに来たメールを見る許可を与えていたらしいです。彼女は彼が見る前に私のメールを見て、私が彼に無駄な期待を抱いていると非難したんですね。かなり激しい内容で、私はショックを受けました。私はただメールのやり取りを細々とでいいから続けたかっただけだったんですね。彼の心の中にせめて友達として私のための場所をキープしたかっただけなんですね。その時は彼女に謝りました。ショックなことに、彼自身も私を非難したんですね。彼にも謝ったんですね。その時の自分を思い出すと情けなくて身もだえしたくなりますね。自己評価がとても低かった私は言い返すこともできませんでした。ひたすら惨めだったんですね。で、そのあたりから彼は返事をよこさなくなって、私はコミュニティでの新しい3ヶ月のプログラムに参加するための準備に忙しくなりました。自分の家族からも気が違ったんじゃないかと言われながら、その時はどうしてもそこに行くんだと思い詰めてたんですね。で、この3ヶ月のプログラムは、申し込むときに、コミュニティに住んでいない外部の人間の推薦書が必要なんですね。で、私の周りに私のことをよく知っていて、英語で推薦状を書ける人が誰もいなかったんです。なので私は彼に頼んだんですね。で、彼は素晴らしい推薦状を書いてくれました。で、そのお礼の手紙が最後のメールになって、その後、彼からは全く頼りがありませんでした。そして、このコミュニティでの3ヶ月のファンデーションプログラムっていうのが始まったんですね。で、これはネイティブでない人間にとっては非常に厳しい内容で、私は常に緊張と不安に苛まれていました。プログラムの終わり頃、瞑想と沈黙の1週間っていうのがありましたね。はい。一切話さず、沈黙で過ごすっていう1週間です。で、これは私をとても感情的にして、愚かにも正直な気持ちをね、メールで送ってしまったんですね、彼に。返事はありませんでした。そして、ファンデーションプログラムがついに終了。で、私はそのまま、このコミュニティにいたかったんですけど、次のプログラムに受け入れてもらえず、仕方なく帰国することになりました。もう本当、昇進の帰国でしたね。これからどうなるか全くわからない。はい。そして、推薦状を書いてくれた彼にお礼のメールをね、せめてもと思って書きました。でも彼がね、読もうが読む前がどうでもいいと思いました。返事がなくてもいいと思ったんですね。自分のために書いたんですね。苦しみをもう終わりにしたかったんですね。今度は彼は返事をくれました。優しい手紙で、私は涙ぐみました。これで終われると思ったんですよね。ところが、翌月、私はまた彼のパートナーからメールをもらったんですね。今度はものすごくひどい内容で、徹底的に私を貶めるものだったんですね。なんでここまで言わなくちゃいけないのかと思うほどでした。彼女は、あの、
トロントの大学の心理学の教授だと聞いてましたが、信じられませんでした。もう回復不可能なほど傷つきました。私はもう呆れてしまって、そのまま放置しました。数日後、彼からメールが届いて、彼女が私が最初に送ったメールを隠して、勝手に自分でメールを書いたことが分かりました。つまり、彼は最初のメールは受け取ってなかったんですね。道理で返事がないはずです。私が彼だったらそういうことをするパートナーはいらないけど、彼はこの後に及んでまだ彼女を擁護してたんですね。まあ彼女はパートナーなんだから、それは当然といえば当然ですけど、彼は彼女を選んだんですね。でも私は不当に扱われた上にちゃんと謝罪さえしてもらえなかったことにまた傷つきました。で、私はその後連絡をしないことにしました。もう一切関わりたくなかったんですね。で、これずーっと昔の話なのに、この彼女に対する怒りはずっと私の中に留まり続けて、思い出すために怒りと悲しみに襲われました。許すなんてとんでもないといつも思うんでしたね。彼女の勤務する大学に彼女の書いたひどいメールを送りつけてやろうとさえ思いましたが、さすがにみっともないと思ってしませんでしたが。で、コミュニティにね、数年滞在して帰国して以来、今まで許せなかった私の家族とも和解し、前よりもずっとやりやすくなりました。ね、私が辛かった時にサポートしてくれなかった母や、弱い立場になった私をこれ幸いとばかりに非難した妹も、両方許せないと思ってたんですけど、私が目の手術をした時、彼らは親身になって世話をしてくれ、それが雪解けとなりました。いつの間にか許してたんですね。でもって最後に残っていたのがこの彼女。ね、この彼女だけは絶対に許せないと思ってました。ところが、ある時ね、坂爪恵子さんのブログ、イバヤ通信読んでいたら、ある記事が目に留まりました。これ2015年ですね。だいぶ前ですけど、批判されることはありませんか？これ坂爪さんの言葉ですね。今ではブログのアクセスも1日1万件を超えて、個別のメールも1日に20件か30件届くようになりました。人目に触れる機会が増えるのに比例して、自分のもとに届く批判の数も増えてきました。今ではダメージを食らったり、何かを言い返したくなることもあったのですが、今では批判をする人は、今幸せではないのだと思うようになってから、批判を見る目がガラリと変わりました。人間は幸せを感じているときに誰かを批判したいとは思わない生き物だと思います。美味しいご飯を食べているときや、仲間と会話が盛り上がっているときや、美しい景色を眺めているときにいちいちスマホを取り出して、見知らぬ他人に死ねとか消えろなどは絶対に言いません。何かをすると、批判をする人が後を絶たないのは、今幸せを感じることができていない人が大量にいるということの裏返しであると思います。問題なのは、批判してくる人ではなく、批判する人を大量に生み出している日本的な土壌であり、批判をしてくる人は、加害者ではなく、被害者などだと思います。自分にも他人にも厳しすぎる現代の風潮を作り出している根源は、愛情不足、優しさの不足にあると思います。これを読んで私すごく共感しました。そして、急に悟ったんですね。あの彼女は幸せじゃなかったんだ。本当に幸せだったら、自分のパートナーの元カノに、しかも1週間だけのひどいメールを送りつけたり、パートナーのメールを勝手に読んで隠したり、そんなことするはずがないですよね。幸せな人は自分の人生に満足していて、そんなひどいことをする暇なんてないんです。そう思ったら今までの積年の恨みがスッと切りました。代わりに彼女を気の毒に思えるようになりました。もう10年以上前なので、彼らがまだ一緒にいるかどうかわかりませんが、もうそんなことどうでもいいです。私は自分の中で奇跡的に起きた許しにすごく感謝して幸せです。はい、今日はここまでにしておきます。高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。感想とかね、コメントもお待ちしております。ではまたお会いしましょう。